はようございます。音声の確認をします。お待ちください。7月1日月曜日6時半スタートの予定でしたが、現在6時39分、もう少しで6時40分になるところです。おはようございます。よろしくお願いいたします。そして、大変失礼いたしましたはい、おはようございます。移動してくださりありがとうございます。状況を説明させていただきますと、スケジュール設定していたところのページで始めようと思って、そちらでまずは退場いただきますねお願いします。はい、準備しながらもう手元をこう動かしながら今の状況を説明させていただきますね。はい、じゃあちょっと気を落ち着けて順番に説明しますね移動してくださりありがとうございます。本当失礼いたしました。先ほどのページを今どうやって消したらいいかわからないので、メッセージだけ残してこっち側に来ました。移動してくださりありがとうございます。はい、まだ若干動揺しておりますが、ライブ配信を始めようと思います。平日不定期6時半から7時までの間で、今日は少し過ぎてしまいましたがライブ配信をしています。飲み物を飲みながら、差し子をしながら、朝の時間ですのでご支度中のながらみなどご活用いただければと思います。はい、一旦飲み物飲みますね。落ち着きますね。はいはいすみません、ありがとうございます。移動してください。はい、ちょっと時間も過ぎてしまったので、これ差し越しながらどういうことだったのっていう説明をさせていただこうかなと思います。では残りのね、今ここの部分とここの部分がありますので、差し子しながら朝の今の状況をお話しさせていただきますね。皆様もどうぞごゆるりとお過ごしください。で、はい、朝の状況をね説明させていただきますと、まずいつも通り前日にスケジュール設定をしておきました。で、ただ多少気になったのは順番でお話しさせていただきますと、そのスケジュール設定昨日しておいていつも通りしたつもりだったんですけど、なぜか縦画面の画面になったのは多少は気になってはいたんですね。あれと思って、で縦画面が気になったからもう一回スケジュール設定を確かし直した気はするんですよね、昨日ね。なんですけど同じ縦画面だったので、でもスケジュール設定の時だからいいのかなって思って、ちょっとわからないまま昨日はそれで終えて、で今日の朝始めました。そしたらまず一つが
ライブ配信する前に一回スマホをちょっと調子整えるために再起動しておこうみたいな風に思って再起動したんですよ。でその時はまだ全然6時半前だから6時20分くらいですかね。再起動してでそれでいつも通りつないでその時は6時半間に合うなっていう計算のもとやってたんですけど、再起動したらまずスマホの画面が動かなかったっていうところですね。そこが一つね、あれって思ったポイントで、再起動したんだけどスマホがこう触ってもなんか動かないで、そんなことをやっていたらこれは6時半過ぎてしまうかもしれないと思ったので、一旦先ほどのスケジュールを設定した画面の方で再起動おはようございます再起動中ですっていうコメントをあっちのチャット欄の方に残したんですね。それで画面が全然固まって動かないからさらにもう一回再起動をしたんですね。でその再起動をして次スマホは問題なく動いたんですよね、再起動したら。でよかったと思って、でその時その再起動してすんなり画面にライブ配信に行ければ6時半スタートみたいな感じで行けたと思うんですけど、その後にもう一個トラブルがあって、そのスケジュール設定をしていたところの画面でじゃあライブ配信始めようと思って始めたらやっぱり横画面にならないっていう表示になってしまって、まただこれだと思って、でそれが始まってしまって、でもう一回もう一回やり直そうと思ってまたスケジュール設定をしていた別ページの方ですね、別のページの方で2回やってみて2回目でもダメだったと思ったので、2回目でもダメだったのでこれは新たにページを作らねばならぬのかと思いまして、それでスケジュール設定したページとはまた別なページで新たに作ったんですね。新たにライブ配信を立てるっていうことでやって、そしたらこの今見ている画面になったんですね。でよかったと。でその時でなので6時40分近くですかねなっていて、でこれ繋いじゃったので前のページを急に消すのもあれだし消すのがちょっともうこっち今始まっちゃってるので分かんなかったのでiPad の方から急いでトラブルがあって別ページで始めましたみたいなチャット欄に書いたんですね。こっちはライブ配信の画面になっていて、それで iPad の方でどうしようどうしようと思いながら、でもほらねあちらの画面で始まっているのを待ってくださっている方たちがいらっしゃるのでと思ったので、そっちに別ページでっていうことを書いて、それで今こっちに至るみたいな感じですね。若干動揺しながら、10分過ぎから6時40分からスタートしたっていう感じですので、以上が朝にあった出来事でございました。移動をありがとうございます。見てくださっている皆様、そして紛らわしくて申し訳ないです。あっちのページを今どうやって消したらいいかがちょっとわからないわからず今こちらで始めております。スマホを操作できないし iPad の方でどうにかなるのかがちょっと今私もわからず、それをやり始めてしまうとライブ配信が進めないっていう
ことなので、今こちらで始めております。ちょっと今若干まだ動揺しているので、ルートをちょっと端っこに来た時は気をつけながらというか、ちょっとしっかり心を落ち着けてやらねばっていう感じで今針を動かしております。あとは収録動画の方ですね。今日が月曜日で、先週の金曜日ライブ配信をして、その金曜日だったかな、5回目ですね。収録動画の方は模様出しのあちらは朝の葉の収録動画の方を投稿していて、配信していまして、5回目の配信が終わったところになります。で、予告的に言いますと、5回目の、今の時点での収録動画の最新回の方では、朝の葉の模様の横ラインをひたすら差し越しているという動画を投稿しています。で、じゃあその付近その後今どうなったのかっていうと、そちらは差し子部分が差し終わって、今はもう完成した状態、完成というか差し終わったっていうことですね。差し終わった状態までいっていて、でそこから一回洗って模様の線が消えた状態で、今それを乾かしているっていう状況です。もうすでに乾いているかとは思うんですけれども、なので、もしかしたら今日6回目になりますね。完成しましたの動画を収録できるかなっていう今状況になっています。ですので少なくとも
もう取れる段階ではありますので、今日月曜日ですので、今週中の間には1本配信できるのではないかなと思います。なので今のところのそうですね、考えなきゃいけないことは、朝の葉のそちらの模様差しは、完成まで、あと最後の多分糸処理をしながら刺してみた感想をまとめ的な話をするっていう感じの収録動画になるかと思うんですけれども、模様ですよね。次の収録動画の方の話ですけれども、そちらの方の次の模様を考えなきゃなというか、そうですね、はい、そこでお話ししないと次回予告的な話ができないので、それを考えようかなと。ただ麻の葉は一旦今まで刺したことがあるやつをもう一回刺したいっていうもとに選んだので、次は刺し子の基本の本の中の方の模様になるのではないかなと、あくまで今のところの予測ですけれども、そういうふうに思っています。本のね、私順番通りやっていこうと思っているので、次なんだろうみたいなのをまたちょっとそれは本を確認しないと分かんないんですけど、順番通りやっていって、ただ今まで刺したことがある模様だったら、それは飛ばしてみたいな感じで、刺したことのない模様を、一つ一つやっていって制覇しようと勝手に私が目標を決めてやっていますので、あえてね、この模様やりたいみたいなものが思い浮かばなければ、刺し子の基本の中に載っている刺したことのない模様になるかなと思っています。はい、今のところの、収録動画の予告の予告みたいなお話でした。はい、はい、今週に完成しそうですねということで、はい、そうですね、だいぶねゴールが見えてきた感じですね。はい、収録動画の朝の葉の方も完成させようかなということで、一緒に進んでくださいましてありがとうございます。
もう一列というか一箇所ですね。ここの向きはまだ糸が間に合いそうですので、こちらの片道だけ行こうと思います。大丈夫かな。はい。あ、はい。ぜひぜひ、そうですね。次何の模様が来るか予想していただければと思います。そうですね。その答え発表は次の収録動画の方ですね。朝の葉その6かな。その動画を配信収録した多分最後の方で次回はこの模様にしますっていうそこでね発表になるかなと思います。あ、危ない危ない。あれはいはいはい今列がずれそうだったのでちょっと心を落ち着けてスタート地点にね針を進めようと思います。ライブ配信の方はもう今7時は過ぎているのですが、今進んでいるところをまず端っこまで行って裏で重ねて糸を切る。そして次の糸に付け替えて刺し始めのところを向きが分かるように刺す。そこまで今日はやろうと思います。
えーっとはい、じゃあ糸を付け替えようと思います。はい、糸を付け替えました。そしたらですね、そうですね、こっちからいきますね。今こちらから差し越していって1往復する。1往復するとここのゾーンが終わりますので、そしたら向きを変えてこっち側をひたすら差し越していく。でこの角まで行ったら終わるっていう流れにしようと思います。ですのでこちらの向きですね、ここから差し越していこうと思います。はい、刺し始めのところまで行きましたので、今日差し越していたと、差し越したところを見ていただこうかなと思います。はい、今糸がこちらから出ていまして、この向きでね、あとは行く予定になっています。なので、今日はここのね、ここの列とここの列を少し進めましたので、多少こっち側に近づきまして、こちら側は多少こちら側に近づきましてっていう流れにで差し子をしました。で先ほども言いましたが、残りの部分はあと1往復、まずここをすれば少なくともここはね、次のライブ配信で終わるのではないかなと思います。であとは向きを変えたこちらをこの角まで向かってやっていく予定になっています。裏から見ていただきます。はい、裏がこのように
なっていまして、あとここの部分ですね、ここの部分がちょっと開いている、あとはここの部分がちょっと開いているっていうのが見ていただけるのではないかなと思います。この辺がライブ配信を進めれば進めるほどじわじわと埋まっていくという感じになります。はい。で、7月に入ったので、私昨日の夜にふとね思ったんですよ。ライブ配信をやった日を手帳につけていこうと思いまして、これ私の持っている手帳でございます。で、これ私がちょっとね気に入っている、これクリップに、ね、なっていますのででこれのちょっといつもの手帳と同じっていうか、あまり他のページ開かないようにと思ってこういう感じでね書いているのです。でこれは今7月で、これ縦に数字が振っています。そしてここにねライブ配信って書いていますので、今代わり朝の葉をやっているっていうことで、やった日にライブ配信をした日に私はシールを貼っていこうというふうに思っていて、今日終わりました。ちょっと10分遅れでしたけどね、終わりました。はい、こうですね。はい、7月1日ライブ配信やりましたということでね、後でちょっと10分遅れでスタートとか書いておこうかな、ここにこれをねやっていこうと。だからどういうふうに書こうと思うか、書くというかただシール貼っていくだけですね、これね。あとこれ YouTube っていうのと、あとこれはね他に並行して刺している模様をここにね差し越した時に丸印でもつけようかなと思ってこれ書いてるんですよ。でこれ先月のところでちょっと見ていただくと、ライブ配信のとこだけね印つけてたんですよ。これ先月6月なので、こういう感じでやればやるだけ埋まっていく予定になっています。でこっちを一番左を YouTube って書いたんですけど、これ収録動画の配信日に丸印をつけていて、でこっちは昨日の夜書いたのでちゃんと埋まってないんですけど、並行して他のね差し子の付近をここにね進捗状況なんかを書いたり、差し越した日に丸シールつけたりみたいな、そんなことをやろうかなと思っていて、っていうのを昨日ふと思い立ったので、少なくとも今ここ7月なのでここなんですけど、少なくともライブ配信が終わったらここにねつけていこうと思って、で多分少なくとも明日は同じ模様なので、途中で次予告として方眼差しにしようと思ってますって言ってるので、方眼差しになったらどこかでここのところに方眼差しって書くと、何月何日から方眼差しに変わったんだねみたいなものがこれ一月でこれなので見えるかなと思ったので、そういうのをちょっと書いていこうかななんて思っています。そうか、画面上で透けちゃいますねこれね。こっち側うっすら付箋とか貼ってあるんですけど、これ1ページ1ページごと月間カレンダーブロックタイプだ、あれと交互になってるので、そっちもうこれ開いちゃうとそっち見えちゃうので開かないんですけど、こういう一例でこういう感じでそうですね、ここのページだったら大丈夫。これが
まあいわゆる一般的な別にこういうやつでもいいと思うんですけど、この手帳ってこれとこれがあって、これがさっきシール貼ってたページの作りになるんですけど、ガントチャート式のこれ縦になっているので、これがね私使いこなせてなくて、もうね今年になって半分も過ぎてるんですけど、これ差し子のここにちょっと書いていくの、書いていくっていうかシール貼っていって分かるのいいかなって思って、それにしてみようかなと思って、でこういうふうにライブ配信で言いながらやっていくと埋まるのではないかと、そんなことを昨日思ったのでやっています。なのでこれとこれが交互にあって、私はこの作りのページにやっていこうと思って、で今の7月がこれねでうっすら透けてるのはその間の月間ブロックのところに私いろいろこう付箋とか貼ったりしてたので、それがちょっと若干透けてますってことですね。はい、それはちょっと余談だったのですが、これはこの手帳はメイクタイムプランナーっていう手帳になっております。私が好きでこれを使っているんですが、表紙なんかただ紙を挟んでいるので、はい、深緑の A4 の用紙をこれを間に挟んでこういう色になっています。なのでライブ配信の終了する時にここをね貼っていこうと思うので、そうすると埋まっていくし、で合間合間に YouTube のこの収録をしたらここに埋まっていくかなと、そんな風に思いながらいます。これはねダイソーかセリア、ダイソー、とにかく100均でのシールですね、マルシップですね。はい、でこれは他のページが開かないようにこういう風にしていただけです。そうするとすぐパッとここが開けるので、っていうことで、はいそういうの7月入りまして、今切りが良かったので、このページが切り替わるところで切りが良かったので、そういうのを貼っていこうかなと思って、記録をねつけていこうかなと思ったのでちょっとご紹介いたしました。はい、ということで今日はまずねトラブルがあったので、いろいろというか移動していただいたりとか、あとその分時間が遅くなってしまって大変失礼いたしました。はい、アーカイブというかこのライブ配信の動画はこのまま残しておきますので、お時間のいい時に見ていただけましたら嬉しいです。冒頭多少どころではなくかなり動揺した感じで始まっていると思いますが、はい。でもうそろそろで移り変わりというか模様がね変わりますので、よかったらその移り変わりを見ていただけますと嬉しいです。これですね、これね準備してますので、いずれそちらになるかと思います。はい、はい、ありがとうございます。文字なんだろう、修正というか、はい、字幕の方ですね、少しお待ちいただきますので申し訳ありません。はい、ではということで、本日のライブ配信は以上とさせていただこうと思います。だいぶ時間が最初過ぎたし、いろいろ最後手帳の話をしてしまったので過ぎてしまいました。はい、では失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。